どうも皆さんこんにちは。おなおドーナツの時間始まりました。またですね、とんでもないパンを見つけました。それがこちら、クーロンヌ・ボルドレーズ。今日はこちらに挑戦していきたいと思います。クーロンヌ・ボルドレーズ、どこのパンやと思います？そう、オフランスですね。もうこのおしゃれな響きはオフランスですよね。で、フランスパン生地で作る王冠の形をしたパンということで、はい、ストップ。最速やらかしですね。ドライイーストを入れすぎました。で、イーストで入れすぎたらどうなるかっていうと、こちらですね。もうね、一個もいいことないんですよね。美味しくなくなる、パンが膨らまない、焼き色がつかない、その他にですね、もう調べてきたら永遠と悪いこと出てきます。いいことが一つもないということで、主にね、やっぱりそのイーストって小麦粉だったりお砂糖だったりの糖を分解して活発に活動するっていうのがあるんですが、それが活発になりすぎるということからこのようなね、不都合が出てくるわけなんですが、それだけじゃなくてですね、ちょっと冒頭言っておりました今回フランスパン生地を作りたいわけなんですよね。で、フランスパン生地の特徴としてはこちら、少量のイーストで長時間発酵させるということで、フランスパンってあれですよね、材料が少ないですよね。バターとか卵とか全然入ってないから、本当にね、小麦の旨味を引き出さないといけないということで、これもね、私が言うまでもなく調べたらいくらでも情報出てくるんですけれども、結局やっぱりね、その小麦粉にゆっくりとお水を吸わせることによって旨味が出てくるっていう、しっとりとした生地になるっていうことがあるようなので、だからね、本当に最初にサラサラっと入れたドライイーストの入れすぎ、もう本当にいいことないの。だからね、やり直せるものならやり直したいよね。ただちょっと進みます。このままいきます。分かってる。もうだから100点どころかもう80点も取れないのは分かってる。だけどもうちょっとね、やらせてもらいます。でね、もうなんて言うんですか、最近ね、私宇宙の話の YouTube すごい見てて、どうやって宇宙は生まれたのかとかね、生物はどうやって誕生したのかみたいな。すいません、ちょっと待ってください。パン生地コースが終わったら追加で1時間、待っていきます。粉を振って1回ガス抜きをするっていう工程をしていきたいと思います。でね、そういう動画をずっと見ていたら、地球なんて本当にちっぽけな存在で、ましてやね、そこで生まれた人間の歴史なんてもう本当にちょっていうぐらいの、もう一瞬の出来事みたいな感じなわけですよね。その規模で考えて、私が今日フランスパン生地作ろうと思ってドライイースト入れすぎたことなんて本当にどうでもいいでしょ。どう？本当にどうでもいいでしょ。だからやり直したいとかね、そんな本当にどうでもいいでしょっていう気持ちでやってみてっていう気持ちで見てみて。ちょっと今何したかって言ったら、引っ張りながら折った方がいいって言われたのを急に思い出して、ちょっと今やり直しましたね。だから前向きな気持ちで作っていこうと思います。で、こうやってね、くるくるくると、いい感じで、またポンと置きまして、もうちょっと時間置いていきます。確かに宇宙レベルで見たらね、
全然大したことじゃない話やったけどさ、結構現実的にはさ、なんでそのドライイーストを測って入れるっていう、そんな材料も多くなかったのにさ、それすらもできひんのかなって思う瞬間もあるよねそれもある、それは確かで、今日はね7等分していきます。なんかね8等分とかでもいいらしいんですけど、7等分が綺麗にできるらしいです。でこの仮丸めね、私ちょっとねキュッキュッとやりすぎちゃってるんですけど、もっとねゆるい感じでやった方がいいらしいです、こんな感じでやっていきまして、また20分置いていきます。ちょっとねグダグダしましたけれども、1個取り出しまして粉をねちょっとしっかりつけまして、こっからですよ。このパンで大事なのはすいません、なんかちょっとついてましたまずですね丸く薄く広げていくんですけど、こうなっちゃうのよね。やっぱり生地が柔らかいので粉をたくさん振っていいということでした。とにかくですね薄く丸く2ミリぐらいって言ってましたね。広げましてオーブンシートの上にね置いていきます。でこのオーブンシートの上でまたちょっと形を整えたらいいみたいですね。これがその王冠の上の部分になります。でさっき仮丸めした残りの6つですね、ちょっとね粉を払いまして、これをしっかりと丸めていって置いていくっていう感じですね。これもあんまりこんなにキュッキュしない方がいいんかな、ちょっとわかんないんですけど、こんな感じで。ですっかり忘れてました。まだでした。これを6つに切れ目を端っこまで入れずに、この真ん中だけちょっと切れ目を入れて、最後ねこの王冠の頭の部分がピャッと開くようにオリーブオイル塗るみたいです。でさっき丸めたやつの閉じ目を上にして、どんどん置いていくと。でね、今日はこれをお見せしたかったんですよね。そう、私ね、1年前ぐらいにちょうど海外でやたらバズってたピザパンっていうのを作りまして、このへんてこな形のやつね。これは一体何なんやろうってずっと思ってたんですけど、今日このクーロンヌ・ボルドレーズというパンの作り方を見かけて、これを真似してたんやってすっごいすっきりしたっていうのを言いたかっただけなんですけどでね、この中のところをちぎれないようにそっと引っ張って上につけていくと。個性的ですね。個性的って言った時大体褒めてへんけどな優しそうと個性的は大体ね褒めてないけどなでこっちの、部分を上の部分を下にします大事なところだからひっくり返します。でね、段ボールとか私敷いてました。なんか硬いものをね。で取っていきます。ちょっとね破れるからそーっと。ということで、最後にね粉をかけてる人の方がおしゃれだったからちょっとかけときます。でオーブン予熱しときました。段ボールスルスル作戦で今日も焼いていこうと思います。本当はね240度15分ぐらいがいいらしいんですが、うちちょっとね火力弱々なのでこんな感じで焼きましたが、さて今日はどうなりましたでしょうかと。なんかできてるかわいいかな。あれなんか
だからよく見ると、ちょっとなんか色も薄いし、なんか膨らんでないかなっていう気はまあちょっとしますかね。ちょっと切ってみます。はいと。美味しそうな感じはしてるんですがね、すっごいパリパリこれはなんか合ってんのかなっていうぐらいなんかカチカチもうちょっと中パカーンと美味しそうな感じはしてるんですけどね。いただきます。めちゃくちゃ美味しいというわけではない普通に美味しいんですけど、やっぱりね、小麦の旨味がっていうレベルには到底たどり着いてないようなものが出来上がりました。ですね、やっぱりね、ドライイーストの入れすぎ、過ぎたるはなお及ばざるがごとし。はい、本日はですねこれにて、終了させていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバーイ。